女。芥川龍之介。めぐもは真夏の日の光を浴びたまま、赤い香辛バラの花の底にじっと何か考えていた。すると空に羽音がして、たちまち一匹の蜜蜂が殴れるようにバラの花へ降りた。雲はとっさに目を上げた。ひっそりした真昼の空気の中には、まだ蜂の羽音の名残が、かすかな波動を残していた。めぐもはいつか音もなく、バラの花の底から動き出した。蜂はその時、もう花粉にまみれながら、しべの下に潜んでいる蜜へ、くちばしを落としていた。残酷な沈黙の数秒が過ぎた。赤い香辛バラの花びらは、やがて蜜に酔った蜂の後ろへ、おもむろに、めぐもの姿を吐いた。と思うと、雲は猛然と、蜂の首元へ踊りかかった。蜂は必死に羽を鳴らしながら、無に無参に敵を刺そうとした。花粉はその羽に煽られて、ふんふんと日の光に舞い上がった。が、雲はどうしても噛みついた口を離さなかった。相当は短かった。蜂は間もなく羽が効かなくなった。それから足には麻痺が起こった。最後に長いくちばしが痙攣的に二三度空をついた。それが悲劇の終局であった。人間の死と変わりない告白な悲劇の終局であった。一瞬の後、蜂は赤い香辛バラの底にくちばしを伸ばしたまま横たわっていた。羽も足もことごとく、匂いの高い花粉にまぶされながら、めぐもはじっとみじろぎもせず、静かに蜂の血をすすり始めた。恥を知らない太陽の光は、再びバラに帰ってきた真昼の石箔を切り開いて、この殺戮と略奪とに勝ち誇っている雲の姿を照らした。灰色のシュスに酷似した腹、黒い南京玉を思わせる目、それから雷を病んだような醜い節々の固まった足。雲はほとんど悪それ自身のように、いつまでも死んだ蜂の上に底気味悪くのしかかっていた。こういう残虐を極めた悲劇は何度となくその後繰り返された。が、赤い香辛バラの花は息苦しい光と熱との中に毎日美しく咲き狂っていた。そのうちに、めぐもはある真昼、ふと何か思いついたように、バラの葉と花との隙間をくぐって、一つの枝の先へ這い上がった。先には、土いきれにしぼんだつぼみが、花びらを暑熱にねじられながら、かすかに甘い匂いを放っていた。めぐもはそこまで登り詰めると、今度はそのつぼみと枝との間に、休みない往来を続け出した。と同時に、真っ白な、光沢のある無数の糸が、半ばそのすがれたつぼみを絡んで、だんだん枝の先へまつわり出した。しばらくの後、そこには、絹を張ったような円錐形の袋が一つ、まばゆいほどもう白々と真夏の日の光を照り返していた。雲は巣が出来上がると、その華奢な袋の底に無数の卵を産み落とした。
それからまた袋の口へ厚い糸の敷物を編んで、自分はその上に座を締めながら、さらにもう一天井、紗のような幕を張り渡した。幕はまるでドームのような、ただ一つの窓を残して、この獰猛な灰色の雲を真昼の青空から遮断してしまった。が雲は、産後の雲は、真っ白な広間の真ん中に痩せ衰えた体を横たえたまま、バラの花も太陽も蜂の羽音も忘れたように、たった一匹、コツコツと物思いに沈んでいるばかりであった。何週間かは経過した。その間に雲の袋の中では、無数の卵に眠っていた新しい生命が目を覚ました。それを誰より先に気づいたのは、あの白い広間の真ん中に、食さえ立って横たわっている、今は追い果てた母雲であった。雲は糸の敷物の下にいつの間にかうごめき出した。新しい生命を感ずると、おもむろに弱った足を運んで、母と子とを隔てている袋の天井を噛み切った。無数の子雲は続々とそこから広間へ溢れてきた。というよりはむしろ、その敷物自身が110の微粒分子になって動き出したとも言うべきくらいであった。子雲はすぐにドームの窓をくぐって、日の光と風との通っている甲信原の枝へなだれ出した。彼らのある一団は、縁所を重く支えているバラの葉の上にひしめき合った。またその一団は珍しそうに、幾重にも蜜の匂いを抱いたバラの花の中へまぐれ込んだ。そうしてさらにまたある一団は、縦横に青空を咲いているバラの枝と枝との間へ、早くも目には見えないほど細い糸を張り始めた。もし彼らに声があったら、この白日の甲信原は、梢にかけたビオロンが、おのずから風に歌うように、鳴りどよんだのに違いなかった。しかし、そのドームの窓の前には、影のごとく痩せた母雲が、寂しそうに一人うずくまっていた。のみならず、それはいつまで経っても足一つ動かす景色さえなかった。真っ白な広間の石箔と、しぼんだバラのつぼみの匂いと、無数の子雲を生んだ恵雲は、そういう三女と墓とを兼ねた、紗のような幕の天井の下に、天職を果たした母親の限りない歓喜を感じながら、いつか死についていたのであった。あの蜂を噛み殺した、ほとんど悪それ自身のような、真夏の自然に生きている女は、